こいいな音が。じゃあ先に、おおかっこいい。はい、皆さんおはようございます。さちねです。これからですね、今日はね、1日だけお休みなんですよ。なので、通訳のお友達と、ちょっとドライブがてら、担々麺を食べに行きたいと思います。めっちゃ美味しいらしいので、彼女も2、3日前に行ったのかな今ね、もうちょっとしたら来るんだけど、今待ちの状態です。はい。もう梅雨に入ってね、結構ね、天気の悪い日がね、続いていますけれども、かろうじて今日も曇りで、もうすぐ雨が降りそうな予感はするんだけど、楽しんでいきたいと思います。はい。はい、ということで、トラゲンさんというね、担々麺と麻婆豆腐のお店に来ました。結構お米なんかも佐賀県産のね、こだわりのお米を使っているようで、今回はね、スペシャル担々麺を注文してみました。これがあるといいね。焼肉的な。はい、ありがとうございます。佐賀前。できるかな、そろそろ。はい、ありがとうございます。美味しそう。はい、すいません。はい、ありがとうございます。美味しそう。トラゲン。美味しそう。いいね。ご飯も美味しそう。めちゃめちゃ美味しい。辛さもちょうどいい。完食しました。めちゃめちゃ美味しかったです。本当にマジで美味しかった。ごちそうさまでした。はい、でこの日は別の日なんですけれども、週末ですね、またまた友達の車に乗って名古屋方面へと向かっております。雨のため50キロ規制中です。50キロ規制。伊勢湾岸自動車道を今走っております。はい、これから名古屋に向かって行きます。あ、気持ちがいい。ねえ、めっちゃ気持ちがいい青空。台風一過です。車少ないね。今捕まるかと思ったけど。すごいいいな。助手席いいね。ね、いいでしょ。たまには助手席いいわ。いいでしょ。うん。しかも高速の時すごい楽しい。気持ちいいね。すごい。でも風強いねまだ。だからまあこの車1トンこれ重いからよかったよむしろ。軽だとすぐなんかフラフラしちゃうもんね。だって今でもちょっとフラフラするもん。刈谷 SA なんですが、サービスエリア内に観覧車があ、刈谷、これだね、ハイウェイオアシスね。面白い。ありがとうございます。はい。440円。なんで壊れてたんかな。ようわからんね。あ、そこがなんか止まっちゃったね。なんかね、あの人どうしたの？あの人が悪いんだ。何したの？おお、びっくりしたびっくりした。あ、ごめん、あっちだった。光るだけ。光るだけ。いいとかならないんだ。ならないな。あ、出た。出るでしょ、ほら横に。赤いのが。トラックとか来ると、ああ、こういう風に。だから結局車線変更すんなよってことで。そういうことね。風が強い。めっちゃ強いわ、風が。やばい。はい、市バス乗っていきます。久しぶりにバス乗る。まあ、友達のお家までね、来て、近くのバス停から栄っていうところにね、行きます。
今のはちんどん屋さんですかね。なんか久しぶりに見た気がします。今名古屋の中心部栄付近をね通過しておりますけれども、40分ぐらいの乗車だったんですけれども、でそろそろですね左手に未来タワーがね見えてまいりました。はい、後で展望台の方にね行きたいと思います。その隣にある丸っこいやつがですね、円盤みたいなやつがこれですね、オアシス21っていうね建物になります。 NHK が田舎者になってる。めっちゃ田舎者になってる。すごい、結構大きいね。すごいね、エッフェル塔みたいね。すごい。周りに結構いろんなお店があって、食べ物屋さんもあって、すごい。じゃあ入ります。はい。はい。すごいなこれ。これ違うよね。やばいやばい。非常ボタン押しそうになっちゃった。展望台ってどこ？ドアが閉まります。3階から行くってことだね。タワーステーション。すごい格好してる。はい、すいません。ありがとうございます。ネギと閉じ込まれます。90メートル展望台へとご案内いたします。お願いします。今25メートルだね。外が見えるのかな。30メートル。本日は中部電力未来タワーにご来場いただき誠にありがとうございます。皆様に地上90メートルのスカイデッキをお連れするこのエレベーターは脱炭素社会実現に向け現代の水力で発電した電気を使っています。中部電力未来タワーは1954年に日本初の集約電波鉄塔として誕生し、2022年に国の14年間に指定されました。名古屋の街並みをどうぞお楽しみくださいませ。Welcome to Chubu Electric Power VI Tower. This elevator takes you to the sky deck, made by hydropower throughout Aichi Prefecture. We will soon be arriving at the sky deck. Please enjoy the open air sky balcony. 90メートルですね。ここは1954年に名古屋テレビ塔として開業して日本初の集約電波塔として建設された登録有形文化財だそうです。で当時はですね、東洋のエッフェル塔と呼ばれまして東洋一の高さを誇ったそうです。ちなみに東京タワーの建設は1958年なので、当時はですね日本初の先進的な建物だったことが伺えます。でこちらがオアシス21と呼ばれる大変ユニークなね形をした建物なんですが、水の宇宙船と呼ばれるガラスの屋根がですねシンボルの立体公園ということで、夜になるとねライトアップされまして、名古屋を代表するフォトジェニックスポットとして有名だそうです。こんな感じですね。はい、とっても綺麗です。でそして未来タワーから見て南側にはですね、熱田神宮とか名古屋港ナディアパークなんかが遠くにね見えております。そしてさらに階段で上に上がるとですね、スカイバルコニーというですね外が見えるデッキがあるんですけれども、そちらの方に向かっております。
こ誰も来てないよね。注意やん。気持ちいい。なんかやってる。名前が書いてある。あ、いっぱいある、いっぱいある。いっぱいある。めっちゃいっぱいある。すごいね。恋人の聖地、どこにでもある恋人の聖地。風が強いな、やっぱりまだ。はい、こちらのスカイバルコニーはおすすめの場所ですね。誰もね来ていなかったんですけれども、目立たないところに階段があったので、多分わからない方もいらっしゃったんじゃないかなと思いますけれども、昨日の台風の影響でですね、結構風も強かったんですが、かなり気持ちいい場所でした。じゃあ3階に降ります。はい、耳が痛くなりそうだな。気持ち悪い。降りるとき気持ち悪い。なんかかわいいね。未来ガチャ。ガチャなのこれ。すごい。サラミとかポケモン面白いね。2000円のガチャだ。すごいね。これ当たんの2000円ですごくないこれ。すごいじゃん。怖いな。はい、ということで実際にオアシス21の方にね登ってみることにしました。この水の宇宙船っていうところですね。バスターミナルかね、あとお食事どころなんかもこの下にねあるんですけれども、屋根の上に水が流れておりまして、すごい綺麗に見えますね。この上をねぐるっと一周散歩できるようになっていて、見た目結構涼しげな感じですね。はい、私も一周とりあえず回ってみました。はい、ここからの未来タワーの眺めもね結構いいので、高さはそんなにないので、階段でもエレベーターでもどちらでも行けるので、ぜひ行ってみてください。ぐるっと回れるようになってるんだね。こういう感じで、夜は綺麗だろうね。また出た。中途半端だな。中途半端に噴水が。はい、銀の大地。そして最後にスカイルレストランの方にね向かって、こちらの韓国スイーツをいただきたいと思います。はい、かわいいですね。は
はい、ということでカフェドパリさんにお邪魔したんですけども、店内はねそこまで広くないんですけど、ポップで可愛い店内でエッフェル塔のアイテムがねいっぱいありました。でこのサイズかなりのビッグサイズなんですが、ルージュグレープボンボンというね日本限定のものなんですけれども、すごい美味しかったです。結構ねボリュームあったんですけども、なんとかね食べきれました。コーヒーと一緒にね食べたんですけど、とっても美味しかったです。すんごいこうだよこれ、めちゃめちゃすごいんですけど、食べれるかな一人で。すごい。すごい列だよ、すごい列。やばいやばいやばい。ポップ買いに来たのに。これから島村で面接用のシャツを買いたいと思います。はい。